こんにちは、すいみーです。今回の旅は沖縄県にある石垣島を経由して離島の竹富島を旅します。石垣港からフェリーで10分、沖縄の原風景と綺麗な海の景色にも癒されます。ぜひ最後までお楽しみください。今回の旅の始まりは成田空港から。すでに飛行機に乗ってます。ビーチ航空さんにはいつもお世話になってます。LCC という飛行機が飛び始めてから本当に旅が気楽に行けるようになったなと思います。今は予約もネットで簡単、情報もすぐ手に入る時代、すごい時代になったなってつくづく思います。というわけで私は今回沖縄県にある石垣島へ向かっております。今回は個人的に仕事も兼ねているので少し長い滞在になっています。その間に旅動画をうまく撮影できたらなと思ってます。どんな滞在になるかな。石垣空港に到着です。シーサーとハイビスカス。シーサーとハイビスカスは沖縄に来たら見ない日はありません。展望台があったので登ってみました。飛行機の後ろに壮大な自然が広がっています。撮影は6月後半です。成田を出た時とは気温と湿気の感じが全然違います。新石垣空港は2013年に使用が開始されました。ちょうど10年前ですね。16年前、初めて石垣島を訪れた時、昔の石垣空港はもっとちっちゃくて、その頃の記憶も少し残ってます。空港から市街地行きのバスが出てます。路線バスと離島ターミナル行き直通の2パターンあります。今回は路線バスで離島ターミナルまで来ました。ここがたくさん離島にアクセスしているメインターミナルです。これから今日泊まるホテルに向かいます。さっき乗ってた路線バスが激混みでした。バスの本数が増やせないらしいという情報があったので、夏休み期間はレンタカーの早め予約がいいと思われます。ここは730交差点というところです。ホテルは離島ターミナルから徒歩で行ける場所にしました。近いって本当いいですよね。ホテルに到着しました。昔からあるアパートのような建物をホテルにされているイーストハウス石垣島さんです。シャワーとトイレは共同で、テレビはないですが冷蔵庫があります。この建物の裏側のアジアな感じいいですよね。こっそりとシーサーもおります。それではこれから夕飯を食べに行きます。石垣島の市街地はコンパクトで、ホテルの場所によりますけど、徒歩圏でいろんな居酒屋さんとかお土産屋さんを回ることができます。今日の夕飯は離島ターミナル近くの昼木さんです。ホテルから歩いて10分ぐらいです。観光客向けのお店ですね。駅に着いたらお通しが来ました。自動的にお会計に着くスタイルでした。八重山そばを注文しました。沖縄そば、八重山そばは大好きなので私は飽きません。お店によってお出汁の味とか麺が違います。私のイメージ、太めのラーメンの麺を関西風うどんだしに入れた感じのものです。こちらの八重山そば、優しい味で食べやすかったです。そうそう、この島唐辛子、高齢グースとも言います。島唐辛子を泡盛につけた調味料で私は後の方で数滴入れました。そうすると味の変化が楽しめます。ピリ辛が苦手な方はご注意。ホテルに戻ってきました。さっきファミリーマートでデザートを買ってきました。
これ沖縄限定かどうかわからないですけど、黒糖わらび餅とシークワーサーミックスジュースです。これなんと中にとろっとした黒糖の蜜のようなものが入ってて美味しかったです。おはようございます。朝になりました。昨日のこっそりシーサーくん、おはよう。蒸し暑いです。梅雨明けしたばっかりみたいなんで、今日はいい天気になりそうですね。それではチェックアウトします。こちらのホテルは一人用の個室が同じフロアだったので、割と静かに過ごせました。真新しいホテルもいいですけど、昔の建物の匂いが残ってるこういうホテルも結構好きだったりします。ではこれから離島ターミナルへ向かいます。離島ターミナルまではホテルから歩いて10分ちょっとでした。荷物はターミナルのコインロッカーに預けます。これは表の道路より港側の道です。船のチケットは離島ターミナルで直接買うことができます。竹富島は石垣島から一番近い離島で、乗船時間は10分程度です。船酔いする前に島に到着するので、酔い止めは必要ないと思うんですけど、どうしても気になる方はあった方がいいかもしれません。離島ターミナルの中に薬局ができてたので便利になってました。営業時間は事前に調べておいた方がいいと思います。船のチケットを撮影し忘れてたんですが、これから乗船していく感じになります。ちなみに船賃は往復1520円でした。船の会社が安永観光と八重山観光フェリーの2種類あって、往復でチケットを買うと買った船会社の便にしか乗れないので、行き帰りの船の時間をあらかじめ要チェックです。あっという間に竹富島に到着です。本当に10分で着きました。それにしても暑いな。向こうに止まってる車はレンタサイクルとかの送迎車で、だいたいみんなレンタサイクルの送迎バスに乗って島の集落まで移動していく流れみたいです。帰りの船の時間をスクショしておきます。これ任意なんですけど、入島料というやつです。300円で竹富島の環境整備などに使われてます。これから島の集落のあるとこまで歩いて行ってみようと思います。そしたら途中でこういうとこ発見しました。竹富島湯河府館と書いてあります。竹富島は過去に何回か来てますけど、ここは初めて気づきましたね。ちょっと入ってみましょう。入場は無料です。中はこんな感じで竹富島のことがいろいろ展示されてます。昔の写真です。小さな島ですが、遺跡や井戸などがたくさんありますね。観光スポットというよりも歴史的に貴重な場所です。神聖な場所とされる御嶽と言われる聖地です。結構たくさんあります。御嶽は立ち入り禁止の場所が多い印象です。昔の機織り機です。ここ八重山地方では三竿織が有名ですよね。5と4を表す模様には意味合いがあって、いつの世までも末永く幸せにという大切な人への贈り物などとして昔から親しまれてきた伝統工芸品です。クバという植物でできたクバ傘などです。これは竹富島に残る古い民謡などを実際の音で聴けるコーナーです。三線の音色に合わせた歌ではなく、独特な節の声だけが収録されたものがありました。
私はこれは初めて耳にしました。実際に音で残されているのは貴重なことだと思います。気になった方はぜひ湯学館に立ち寄ってみてください。それでは集落の方へ歩いていきます。同じ船で乗ってきた観光客の方たちはもう多分レンタサイクルとか借りるために先に行ってしまってる感じですね。港から集落までのこの間ほとんど何にもないので静かな道をただただ歩きます。よく見ると牛さんがいますね。看板がありました。これから入る東の集落はスンマシャーというらしいです。静かですね。みんなどこ行った？ではでは、レンタサイクルを借りました。自転車に乗りながらの撮影が禁止だったので、要所要所で撮影していきます。マップをもらいました。行きたいところがいっぱい。どうしよう。海を見に行きたいな。コンドイビーチというとこがあります。と、ビーチに向かう途中に気になるところがあったんで行ってみます。旧与那国家住宅というところです。敷き詰められた砂が綺麗ですね。自転車止めました。入館料は300円です。元気なアリさんたちがいます。沖縄の昔の家屋はほとんどがこういう1階建ての平屋で風通しのいい作りになっています。この旧与那国家住宅は竹富島伝統的建造物群保存地区の核となる住宅らしいです。大正2年に建築されていて、戦前の竹富島の住居形態、生活様式を示す代表的な民家。国内最西端の重要文化財建造物に指定されています。中がすごく綺麗ですよね。今も誰かが住んでてもおかしくないくらい立派に残されています。大正2年というと1913年。今から110年前です。このうち100年以上になるんですね。こういう平屋で広々としたお家に住むの、実はちょっと憧れています。パンフレットもいただきました。それではコンドイビーチの方へ行ってみます。集落から出るとこんな感じの道が多いです。あともうちょっとですね。あんまり人を見かけません。着きました。ここから入っていきます。ここからすごく青いビーチが見えるんですよね。この緑の林を抜けていく感じがすごいいい感じ。見えてきましたね。青い青い海です。ちゃんと駐輪場があります。おー、砂浜が真っ白です。思ったより人が少ないですね。暑いです。日陰がないので直射日光が厳しいです。それにしても海が綺麗。遠浅なのかな。皆さん足くらいの深さのとこで立ってますね。し
近くまで来ました。このグラデーション癒される。もうちょっと撮影したかったんですけど、日差しがきつすぎたんで日陰に退散です。次どこ行こうかな。実はこの後、明らかに体調が変な感じになってきたので、通りすがりのパーラーで30分くらい休憩しました。撮影続行できなかったので、無理せずお昼過ぎのフェリーで石垣へ戻ることにしました。もっとたくさん竹飛島のいろんな場所を撮りたかったです。残念。戻りのフェリーが来ました。短い時間でしたけど、竹富島とさよならです。帰りは窓際の席に座れました。それではちょっと海の景色を眺めます。石垣港へ戻ってきました。船の窓から景色を眺めてると旅気分になれるので、それだけでもう満足できました。船内のエアコンが効いてたので
体がクールダウンされて、だいぶ気分が良くなりました。多分熱中症になりかけてたんだと思います。無理しなくてよかったです。ちょっとこれからは気をつけていきたいと思います。そろそろお昼ご飯の時間ですね。食欲はあるので、この後軽くまたそばでも食べようかな。汁物は落ち着きます。ターミナル内にある食堂に入ります。子供が下のあれなんか女の子が私は現地の娘だ。あれも俺はその後結婚して島ではいないけどシカでもね。本当にね、油で帯びましたしね、島で。あれの権利され。ここは離島ターミナルの2階なんですけど、尖閣諸島のことがいろいろと展示されているコーナーです。まだまだ私の知らない島が日本にはいっぱいあります。離島ターミナルを出たとこにスムージー屋さんがありました。美味しそう。マンゴーファームキッチンさんです。石垣島産のパインスムージーを注文。美味しい。生き返ります。南国で飲むスムージーってなんでこんなに美味しいの？最高。ちょっと職場の滞在先に荷物を置いたりして休憩もしてからお散歩に出てみました。サザンゲートブリッジの方に行ってみます。サンセットのスポットとしても知られているところです。石垣島には何度か過去に来ていますが、このサザンゲートブリッジには初めて来ました。この橋を渡った向こうが人工の島になってるんですけど、人工ビーチがあったり、豪華客船のクルーズが停泊する港があったりします。サンセットまでまだもうちょっと時間がありますね。橋の向こうにも行ってみます。ふと橋のたもとを見たら、この海の色、透き通っていて綺麗ですね。旅の一日の終わりに夕日を眺めるのは本当に大好きな時間です。その日の場所と時間によりますけどね。ブリッジの真ん中に人が集まってきましたね。晴れてたんで太陽が綺麗に見えます。サンセットの色って毎日違いますよね。一日も同じ日はないんだなって思います。今日一日が無事に終わってよかったです。今回の動画はここまでとなります。チャンネル登録と高評価いただけると嬉しいです。次回の動画も石垣島を予定しております。ぜひお楽しみに。と、その前に、この後の夕日が沈んだ後の空がめちゃめちゃ綺麗だったんで、それもぜひご覧ください。こちらです。この空、光線が出ていました。これなんていうか調べたんですけど、半白明光線っていうらしいです。本当に幻想的。もう今日はこれでお腹いっぱいになりました。ではでは、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。